蓮華様、すべての準備が整いました。もはや出陣の時かと。ああ、皆揃っているな。ショーはすべて御前に控えております。兵の皆さんは城門にて蓮華様のお言葉がかかるのを待っておりますよ。蓮華様、出陣の号令を。分かった。大丈夫、しっかりやってみせるわ。母様と姉様に褒められるくらいしっかりとした号令をね。孫悟の勇者諸君、これより我が軍は石壁へと進発する。目的は旧敵曹操の打倒である。先代孫白虎を卑怯なる手で暗殺した曹操を私は断じて許しはしない。であろう孫悟の勇者諸君よ。我らが英雄を、我らが王を、我らが友を、我らが仲間を奪い去ったあの日を私は決して忘れはしない。今ようやくこの手で曹操を討つことができるのだ。こんなに嬉しいことはない。孫悟の勇者たちよ、勇ましき我が兄弟たちよ、この孫厨房に力を貸してくれ。姉様の敵を討つために、孫悟三代の夢の実現のために。十日様、たった今孫悟の軍勢が出陣したとの報告が届きました。まずは予定通りですね。予定通りなのかな。はい、道中何もなければ予定通り合流できることになるかと。了解。私たちの準備は整ってるのかな。はっ、集められるだけの兵を集め、すでに部隊の編成を終えております。蓮も協力する。蓮ちゃん、一緒に頑張ろうね。いよいよ曹操さんと決戦だね。でも趣里ちゃん、周遊さんと話していた大軍相手の戦い方ってどういうことなの？それは内緒です。すみません。内緒？我らにも作戦内容は教えられんというのか？はい、曹操さんがここまで急激に勢力を拡大できた一つの要因、それは諜報能力の高さからだと思うんです。そして間違いなく我が陣営にも曹操さんの艦長が紛れ込んでいるでしょう。だから今ここで作戦を言うわけにはいかないんです。そっか。じゃあ作戦は全部趣里ちゃんにお任せしちゃうね。いいんですか？趣
シュリちゃんのこと信じてるから。ありがとうございます。ご期待に応えられるようにたくさん頑張りますね。こちらこそよろしくね。では皆さん、2国後に石壁に向けて出発しましょう。孫権さんたちと合流した後は各部隊を編成し直し、曹操さんが来るのを待ちます。わかった。ではすぐに準備に取り掛かろう。行くぞ、セイ。おう。カリン様、たった今呉の国内に放っていた催策より報告が送られてきました。どうやら孫権と劉備が同盟を組んだようです。あら、素早いわね。さすが周公瑾に諸葛孔明といったところかしら。御意。戦闘していた両軍がまさかここまで早く和睦同盟の流れを作るとは。それだけカリン様のことを脅威と思っているってことでしょうね。さすがに2人ともバカではないということか。個別で戦えば負けるから同盟を組んだ？来るなら来いです。この過去を現状、にわか同盟など打ち砕いてご覧に入れましょう。そうは言うがな、姉者。劉備と孫権が結盟したということは敵の数が膨らんだということだ。一筋縄ではいかんだろう。多少増えたところで我らにかなうはずはない。我らは曹魏、この大陸で最も強く最も天下に名を轟かせる国だぞ。劉備や孫権なんぞに負けていられるか。その息やよし。春蘭、劉備と孫権、2つの勢力をまとめて粉砕してあげなさい。よい。ケイファ、両軍の動きはどうなっている？劉備、孫権ともに本拠地を出て長江流域、石壁へと向かっているようです。そうか。ならば我らもそちらに向かう。移動の準備を急がせなさい。お待ちください、カリン様。石壁などに向かわず可否と兼業を制圧すればこの戦いは我らの勝利となります。破業を成し得るためにも必要のない損害は回避するべきです。核か？私は誰？は？私の名は何だと聞いている。そう、猛徳様にあらせられます。そこまで分かっているのなら、この私が何を考え何を求めているかは分かっているわね。しかしカリン様、くどい。我が名は宋猛徳。天道のもと堂々と天下への道のりを歩くことこそ我が破業。王のいない敵本城を吸収して天下を取ったところで、それは天下を取ったことにしかならん。奉公、貴様はこの私に天下を盗んだ愚か者として歴史に名を残せというのか。違います。そうは言っておりません。ならば小賢しい検索などするな。私は石壁で堂々と決戦を行い、その勝利とともに天下を得る。しかしカリン様、凛ちゃんの言葉もまた真実。劉備と孫権が結盟したことで我が軍の才の目に敗北の目ができてしまった。健康一滴の勝負はやるべきではないというのが軍師としての意見ですけど。そうね、確かに風の言う通りかもしれない。しかしもし負けたとしてもそれは天命でしょう。
劉備と孫権の2人が天下を取るのならば、それはそれで良いではないか。己のやり方を曲げて進むことに一体何の価値があろう。私という存在が思い、考え、信じた道を歩いた結果があればこその破行。破行のために歩くのではない。私は私という存在の意味を証明するために破行を成し得る。分かったわね、凛。御意、あなたのお心を測れなかった不明をお許しください。そんなことはないわ。理を中心に考えるあなたの言葉こそ資源。ただこの戦、私は情を中心に置きたいの。亡き孫作のために。後悔ですか？後悔ではなく、ただ自分自身に筋を通すため。それだけのことよ。カリン様、小難しく考える必要などありませんよ。我らは皆カリン様に従い、カリン様のために戦う、ただそれだけです。ですからカリン様はいつものように威厳に満ちたお声で私たちにお命じになってください。石壁に向かい、正面から孫権たちを粉砕しろと。珍しく良いことを言うな、兄者。本当ね。カリン様、覇王であるあなたはあなたの信じる道を指し示し、行けと命じてくださればよいのです。たとえ炎の中であれ、我らは進んでみせましょう。我が身すべてはあなたのものなのですから。ありがとう、私の愛する者たちよ。ではそう猛徳が命じる。我が軍はこれより石壁に向かい、孫権、劉備連合軍を叩く。よい。まさかここは劉備と合流するための城だよ。主戦場はここより北方になるだろうな。やっぱり船戦になりますか。曹操の大軍と平地で戦う気にはなれんからな。しかし敵の動きが読めません。曹操はどんな進路で石壁に向かっているのか。私たちが兼業で体勢を整えたのと同様に、曹操さんも巨匠のあたりに戻って体勢を立て直したと見るべきでしょうね。となると巨匠を進発した曹操は深夜から襄陽を通り公領を落として石壁に来るという流れでしょうか。その通りになるだろうな。蓮華様は劉備を迎えに行っている。劉備と合流した後はすぐに石壁近辺に陣を張るから、そのつもりでいてくれ。のんきですね、カズトさん。とにかく今は劉備さんの合流を待ちましょう。ああ。状況はどうなっているんです？現在曹操は上游より慶州方面に回り、我らの城である氷を攻めている。ここに来るまであと1日程度というところだろうな。あと1日。いよいよ決戦なんですね。そうだな。のん、
曹操の率いる兵の正確な数は出たか？はい。公領より放たれた伝令の報告によれば、敵はおよそ40万ほどかと。40万！我らと差がありすぎるな。我らは両軍合わせて15万ほど。この戦い、厳しくなりそうだな。正面切ってぶつかっても勝ち目はない。ならば何か策を講じる必要があるな。一概に策と言っても、何をどうすればいいのやらですね。民名の言う通りだろう。いくつか策はあるが、どれも決め手に欠ける。敵は我らの数倍ですからね。よっぽどの策でない限りは、数の暴力で粉砕されてしまうでしょう。ならばどうするか。そんなもん決まっておる。健康一滴の気概とともに曹操の軍を粉砕してやればいいんじゃ。黙れ本郷。よいか。戦というものは頭でやるもんではない。心と体でやるもんよ。それにな、戦は我ら武官の仕事じゃ。頭でっかちの文官どもがごちゃごちゃとごたくを並べて進むもんでもないわい。それはどういう意味だ？メイリー、怒るな。サイとて本気で言っているわけではない。いいや、本気さ。曹操との対戦を前に策がなんだ作戦がどうだピーチクパーチク言葉遊びをしておるひよっこどもにいい加減腹が立っとる。貴様ら戦を盤上の遊戯か何かと間違えとりゃせんか。戦とはな、己の力を最大限に発揮して敵を殺戮することじゃ。主の命令一つで敵と差し違えて死ぬ、そういう気迫を胸に秘めてぶつかり合うのが戦じゃろうに。策が何だと小手先のことばかりに気を取られよって。孫悟はいつから惰弱な文官風情に仕切られるようになったんじゃ。控えろ郊外。たかが武官風情が両軍の軍師に対してそのような罵声を浴びせるなど無礼千万。レンファ様、軍旗に照らし合わせ郊外を処刑します。何を言ってるの。そんなこと許すわけないでしょ。わしを処刑するなどできもせんことを言ってみせて主君に取り入るか。浅はかなことよの主公金。黙れ郊外。私は呉の大都督であるぞ。だからなんじゃ。戦うこともできん臆病者が大都督などと肩腹が痛すぎて笑ってしまうわい。そこに直れ。成敗してやる。ちょっと待て。落ち着けメイリー。サイもあまり挑発するな。挑発などはしとらん。わしは事実を言っとるまでだ。サイ、勝つと見てないで止めてくれ。軍旗に照らし合わせれば死罪が当然かと。決まっている。即刻しわ首をはね軍神の血祭りにしてくれる。やれるもんならやってみろ。やってやるさ。待て二人とも。サイを死罪にするなど私が許さん。ではレンファ様に罰していただきましょう。どのような罰を与えますか。
わしに罰を与えるのが怖くて主君を盾にするとは卑怯この上ないのゴーキン。なんだと。待てというに。メイリー下がれ。状況がどうであれ、呉の大都督に対して暴言を吐いた際の罪は罰する。よいなサイ。郊外をムチ打ちの刑に処す。ひったて。周遊、はっきりと言わせてもらおう。今の貴様らと同盟を組むことに我らは危惧を抱いている。戦いの前なのにああいうのはないのだ。ああ、兵の士気を削ぐこと甚だしいぞ。孔明、貴様も同じ意見か。言葉を返さなくても周遊さんは分かってくれていると思います。そうか。関羽よ、これは呉内部のこと。同盟を組んだとはいえ内部の人事については口を出さないでほしいな。何。影響ないってどうしてそんなことが言えるんですか？絆ですか？絶対に切れませんよ。わかりました。じゃあ今のところはまだ静観しておきます。シュリちゃんに？ちゃんと説明しておきますから安心しておいてくださいね。あ、そうだな。劉備、それでよいか？私たちは構いません。じゃあ私たちは天幕に戻りますね。メイリー、この大切な時に先ほどの振る舞いはどういうことだ。お前らしくもない。今はまだご説明すべきではないかと。何？私はこれからなすべきことをなさなければなりません。お先に天幕に下がらせていただきます。では。当然でしょ。この大切な時に呉の宿老と中席が喧嘩なんて。何？どういうこと？それは。カズとは何か知ってるの？信じていいんだな。わかった。
なら信じる。もう子供扱いしないで。いつだって聞いてるわよ。わかった。メイリーのことよろしくね。